こんにちは、オズ D です。今回はスニッパーが掘る古代植物の種を全自動で回収する装置の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックなどは地面を掘った際に使った土を、そのまま使用できるので必要がないです。スニッパーの卵が入手難易度的には高くなっていますが、それ以外の素材は序盤でも集めやすいものになっています。アイテム数には数え間違いなどもございますので、あくまでも目安として参考にしてくださいね。では作り方へ移りたいと思います。今回の装置は縦10マス×横9マスの範囲で作成します。まず最初に横方向に9マスの溝を掘っていきましょう。そうしたら9マス目の溝から縦方向に、今度は8マス分追加で掘っていきます。今掘っていた溝の端と端をつなぐように掘っていき、9×9 の溝になるようにしていきましょう。今掘った溝部分と真ん中のブロックを、深さ2段になるように掘っていきましょう。正面右側から左に4マス目と5マス目の箇所を、深さ3段で掘り下げていきましょう。今掘った穴にラージチェストを設置します。チェスト背面の右側を1マス掘って、接続するようにしゃがみながらホッパーを設置します。チェスト背面のこの位置から縦方向に、深さ2段で反対側まで掘っていきましょう。今掘った穴の下部分に、それぞれトーチを設置していきましょう。設置できたらトーチの上の部分は、元々のブロックを設置しておきましょう。そうしたらトーチがある方の角部分から、パワードレールを3つ設置します。その続きから端までは普通のレールを設置します。1列ずらしてレールを設置して曲げておきます。あとはトーチの上までレールを設置して、トーチの上にはパワードレールを設置します。続きにレールを設置するとこうなってしまうので、パワードレールを壊して先に曲げておきましょう。曲げたらパワードレールを設置し直します。あとは2列目の配置と同じようにして、最後の列までそれぞれを設置しておきましょう。最後の角部分にはこの面を掘ってトーチを設置して、それからパワードレールを設置しておきます。ホッパー付きトロッコを走らせてみて、途中で停止などしないかを確認しておきましょう。そうしたらレールの上部分の箇所は、元々の土ブロックで元に戻しておきましょう。今設置した土ブロックの端部分を囲うように、フェンスでどこかにマス開けた状態で設置しておきます。チェストの上のこの右側部分を元に戻して、残りの1マスにはトラップドアを設置しておきます。スニッパーが元々いている方の場合は、トーチフラワーの種で誘導して中に入れていきましょう。スニッパーがいてなくて卵だけある場合は、ここの2マスは閉じておきましょう。出入りできるようにカーペットなどを設置しておきます。あとはフェンスの中に卵を設置して、孵化するのを待っておきましょう。もし苔を所持しているのであれば、設置する地面を苔に変えてあげることで、通常の孵化に必要な時間を、半分に縮めることができるのでおすすめです。孵化を待っている間にフェンスの4つの角に、それぞれ湧き潰し用の松明を設置しましょう。しばらく放置しているとこんな感じで、孵化までの段階としてひびが入ります。そこからしばらく待っていたら、こんな感じで子供のスニッパーが生まれます。早く成長させたい場合は、トーチフラワーの種を与えることで大人へと成長してくれます。また2匹いる場合はトーチフラワーの種で、繁殖させて増やすことも可能です。繁殖したらこんな感じで卵を落とすので、それをまた設置して孵化するのを待ちましょう。あとは放置していると、スニッパーがこんな感じで地面を掘って種をドロップします。それをトロッコが回収してくれて、チェストの中に溜まっていってくれます。あとはこのチェストから回収してあげましょう。簡単ではありますが、見た目がちょっと質素なので、少し手を加えてあげて装飾してあげるのも良いですね。
ちなみに今回は装飾もしてみたので、そちらも少しだけご紹介しておきますね。マングローブと苔と竹などを使って装飾した、スニッパーハウス的なものを作ってみました。これなら少しはマシになったのではないでしょうか。内装も少し繁茂した洞窟のような感じで仕上げました。スニッパーがいる下ではトロッコも動いており、装置もしっかりと稼働してくれています。ここのトラップドアを開けることで、下のチェストにもアクセスが可能です。皆さんもぜひお好みで装飾してくださいね。今回の装置はいかがだったでしょうか。作ったらあとは完全放置しているだけで、古代植物の種を全自動で回収してくれる、古代植物の種回収装置の作り方のご紹介でした。あまり需要はないかと思いますが、放牧していて見た目も可愛いので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。今回参考にさせていただきました方の動画は、概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。